これまでに、プラレールの高架レールを強化する部品をいくつか作ってきました。今回はその続きで、高架レールを複線化するレールを作ってみました。また、それに関連する部品もいろいろ作りました。まず、複線関係の部品から紹介します。複線区間に島式ホームを入れるためのレールです。複線のレールの間に 4.8cm のスペースを入れて、島式ホームを設置できるようにするものです。両開きタイプは、複線のそれぞれを外にずらしてスペースを入れます。また、片開きタイプは、複線のどちらか、片側だけを外にずらしてスペースを入れます。片開きタイプは、複線で2面4線の島式ホームを作るときにも使います。フュージョン360でデザインして、3D プリンターで出力します。高架用の1/2直線レールです。様々な場面で使うことができます。島式ホームを設置するための橋脚です。片側の端は、高架レールの壁の形になっています。反対側は、通常のブロック橋脚の形になっています。ブロック橋脚の形の方を向かい合わせに置いて、そこにホームを設置します。複線用の架線柱です。以前に作った高架レール用橋脚に幅を合わせています。ここまでの部品を組み合わせてレイアウトを組んでみました。列車の走行をお楽しみください。複線関係の部品を紹介します。内側曲線レールです。半径 15.6cm で、市販の高架曲線レールの内側にレイアウトします。フュージョン360でデザインしました。外側曲線レールです。半径 33.6cm で、複線外側高架曲線レールの、さらに外側にレイアウトします。複線両開きレールです。複線を2組の複線に分けることができます。鉄橋を入れたいときに使うことができます。また、複線の外側が急行線で、内側が観光線の場合に、観光線に島式ホームを設置するときにも使うことができます。複線で、架線柱の穴がない橋脚です。以前に作った高架レール用橋脚の間に置いて、複線にすることができます。複線の内側2線に島式ホームを設置するための橋脚です。片側の端は
高架レールの壁の形になっています。反対側は、通常のブロック橋脚の形になっています。ブロック橋脚の形の方を向かい合わせに置いて、そこにホームを設置します。複線用の架線柱です。2面4線島式ホーム用の架線柱です。外側が急行線で、内側が観光線の場合に、観光線に島式ホームを設置するための架線柱です。ここまでの部品を組み合わせてレイアウトを組んでみました。列車の走行をお楽しみください。様々な角度からの映像をお楽しみください。全面展望をお楽しみください。側面展望をお楽しみください。
3D プリンター用のデータはダウンロードすることができます。ダウンロードのアドレスは、動画の概要欄をご参照ください。それでは、ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していただけると幸いです。